皆さんこんにちは、みさとです。ここは天王寺駅です。天王寺駅は大阪環状線の南側のジャンクション駅で、環状線の電車や阪和線、山手線などが行き交います。今日は12月の師走も押し迫った日です。1年の疲れを癒しに和歌山市の温泉に行ってみます。これから特急黒潮5号に乗りますが、新大阪からやってくる黒潮5号は十数分遅れる模様。今はスマホで遅れ具合がわかるので便利ですね。黒潮5号の入線です。特に調べずに指定を取りましたが、283系という車両、イルカみたいで愛嬌のあるお顔です。年末年始を白浜南紀方面で過ごされる方も多いのでしょう。天王寺からたくさん乗車されました。黒潮5号天王寺を発車です。この列車は天王寺を発車して伊根の和歌山と停車していきます。和歌山まで48分間の乗車です。この黒潮5号に使われている283系には展望ラウンジがあります。こんな感じのフリースペースになっています。ここでおやつをいただきました。特に海側の席は窓が下側まであるので、海沿いを走るときに見晴らしが良さそうですね。関空への乗り換え駅の日根野に停まって、大阪と和歌山県境の山あいを抜けて紀の川を渡ると和歌山に到着です。283系の黒潮5号、もうちょっと乗っていたかったです。ということで和歌山駅で改札を出まして温泉に向かいます。温泉は花山温泉に向かいます。和歌山駅から2キロちょっとの距離です。歩くにはちょっと離れています。予約が必要ですが、和歌山駅から無料の送迎バスがあるので、それが便利かもしれません。路線バスもありますが、最寄りのバス停から少し離れています。和歌山電鉄紀志川線の日前宮駅から歩くという手もありますが、以前駅から歩くと20分ほどかかりました。私は今回車を借りて行ってみました。車で6分なので微妙なところなんですが、今回はそうしました。今回もタイムズさんの車です。行き先をナビにセットしました。所要時間7分と出ています。それでは駐車場から出て花山温泉へドライブ開始。7分で着くらしいので、車で行けば和歌山駅からかなり近いです。駐車場前の道路から新和歌浦中之島君井寺線に出て、それから右折して県道145号線を進みます。4車線のこの道をひたすら進んで、くら寿司が見えてきたところで右折。道なりに行けば花山温泉の看板が見えて到着。信号待ちを合わせればタイムズの駐車場から10分強で着きました。温泉の建物はちょっと昭和の旅館っぽい雰囲気。実際宿泊もできます。中に入ります。入り口に下足箱があります。お金を入れる雰囲気ですが無料で利用できます。日帰り入浴大人1150円です。ですが2025年1月31日から1300円になるそうです。温泉へ向かいます。渡り廊下のような通路を通って浴室の入り口に出ます。さてここの温泉なんですが、とても濃そうです。浴槽に成分がここまでこびりついています。濃すぎてここまでになってしまうんですね。こんな温泉見たことないです。温泉の成分表はこちらです。いろんな効能がありそうです。温泉の濃さといい効果が期待できそう。入浴した時間がお昼前からお昼の時間帯だったので、比較的空いていたと思います。ネットの口コミを見たら結構混んでる印象がありました。
こちらは自動券売機前の休憩コーナーです。お土産なども置いてありました。露天風呂で常連客のお母さんとお話をしていたら、半身浴でしたが結構長湯になって湯あたりしないうちに温泉から上がりました。ちなみにこの温泉はすぐ横が阪和自動車道が走っています。和歌山インターチェンジが近いのでマイカー利用の方が多いという感じでしょうか。ということで車に戻り花山温泉を後にします。行きの時と変わって晴れてきました。12月年末も押し詰まっていますが、色づいた木々が綺麗です。紀勢本線下のアンダーパスを抜けまして、右折のこの交差点に和歌山ラーメンのお店井出商店があります。ここにあるんですが、長い行列になっていますね。お昼をここにしようかと思っていましたが、どうしようかな。この日の予定は和歌山ラーメンを食べるつもりで、その後ははっきり決めていません。とりあえず車を走らせています。適当に走っていたら JR の木和駅の近くだったので寄ってみることに。ということで木和駅です。単線の高架駅で無人駅。昔はここが和歌山駅で県の代表駅だったらしいのですが、今はがらんと寂しい無人駅です。ホームに上がる階段とエレベーターがあります。電車の本数は日中は1時間に1本、朝夕は30分に1本ですね。県の代表駅だった頃は側線も多くあり、だいぶ広い駅構内だったと思いますが、側線の跡地は団地などに生まれ変わり、敷地の区切りが駅の線路跡を思い起こさせる以外、当時の様子を忍ぶものはありませんね。木和駅訪問を終えて車に戻ってまた走っています。もしかしたらさっきの井出商店に戻ったら空いているかもしれない。車は返却しましてお店に向かいますが、行列はまだまだ続いていました。この時点で午後2時でいい加減お腹も空いてきたので、今日は井出商店のラーメンは諦めることにします。アーケードの中を通って駅前へ。駅前のラーメン店のお店、麺やへしおに入ろうとしましたが、こちらはお昼の営業は2時まででした。残念。こうなったらこの時間でも営業中の和歌山駅の地下1階にある丸見商店へ。特製中華そばをいただきます。こちらも混んでいて相席でした。特製にするとチャーシューが丼一面を覆い尽くす量になります。和歌山ラーメンとても美味しかったです。ごちそうさまでした。和歌山ラーメンを美味しくいただいた後、帰り道に着きます。帰りも黒潮にしようかと思いましたが、ちょうど発車したばかりで1時間後になります。なので帰りは南海で帰ることにしました。南海の和歌山市駅は JR でも行けますが、列車は1時間後になるのでバスで移動します。バスは土曜日でも12分間隔で走っています。このバスが和歌山市駅行きです。バスに乗り込みます。乗車客は結構多いです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスは本町2丁目経由南海和歌山市駅行きでございます。バスは途中和歌山城の近くを通りますが、お城の一角を見て右折します。15分ほどで和歌山市駅に到着。あとは南海の特急サザンで大阪の難波へ戻ります。次の特急サザンは15時30分発。ホームではすでにサザンが入線していました。今日のサザンはサザンプレミアムですね。後ろから見るとこんな感じ。南海の特急サザンは名鉄と同じく自由席車両と指定席車両を並結して走っています。今回は指定席に乗車します。サザンに乗車します。ありがとうございます。車内に入るとブルーのどっしりとしたシートが並んでいます。和歌山市駅を発車しました。特急サザン座席指定車をご利用くださいましてありがとうございます。座席指定車は後ろから1号車、2号車の順です。終点難波まで約1時間の旅です。木の川を渡って箱造駅と鳥取の小駅間では海も見えました。関空乗換駅の泉佐野が近づくと、関空アクセスの関西空港自動車道
JR の高架を抜けて南海の空港へのアクセス線が合流します。住之江の車庫の横を通過しまして、こちらは天下茶屋駅、扉が閉まります。そして終点難波に到着です。大阪市内から1時間で和歌山駅、そしてアクセスもそんなに離れていない花山温泉、結晶化するほどの含有成分の湯に気軽に行けて良いかなと思います。今日は午前の10時前ぐらいに出発していますが、午後から半日でも行けそうですし、その点でも行きやすいところかなと思います。大阪から和歌山市へ行くのもほどほどの遠出した感じがありますし、それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。